ロキが空を飛べること、そして青生地のような氷結能力を持つことが判明。エルバフ回想編、正式に完結。皆さん、こんにちは。私はシレンナです。ワンピース第1171話が公開されました。タイトルはラグニルです。扉へリクエスト、猫に猫耳カチューシャをつけられるゾロ、ペンネーム、裏猫子。この話の冒頭は、前話の終わりから続き、アウルスト城での衝突がようやく終結しました。城内の通路、橋、階段、アーチ、そして地面には倒された多くの兵士たちが散乱しており、戦況の凄惨さを物語っています。画面左側では頭に包帯を巻いたギャバンが恐怖の表情を浮かべています。もしハラルドがあの状態のまま城を出ていたら、世界はおそらく滅びていただろう。あの不死身の体を持つ彼を想像するだけで、世界は間違いなく絶望に飲み込まれていたはずだ。知らなかった。彼を止める方法が本当にあったなんて。エルバフの宝にこれほどの力があったなんて想像もしなかった。ヤルル。ああ、私も全く知らなかった。もし今日ロキがいなかったらどうなっていたか考えるだけでゾッとするよ。場面はシャンクスとガーリング星、そしてハラルドの回想シーンへと切り替わります。もし私が神の騎士団に入れば、エルバフに新たな夜明けが訪れることは分かっている。中央左のコマでは、若く血気盛んで特徴的な髪型をしたガーリング星が両手を広げ、権力でシャンクスを誘惑しようとしています。彼はシャンクスに向かって叫びます。欲しいものは何でも手に入る。言葉にするだけでいい。哀れな息子よ、お前はもう自由だ。下界で経験したことは全て忘れるんだ。右下ではシャンクスが印のある左腕を強く握りしめ、歯を食いしばり、目には怒り、苦しみ、そして自責の涙を浮かべています。その様子を見たギャバンは事態の悪化を察知し、急いで自責の念に駆られるシャンクスを抱きしめます。シャンクス。おい、シャンクス。やめるんだ。お前とそのひどい癖。生まれてきたことを憎んではいけない。シャンクスは感情が崩壊し、ハラルドの死を受け入れられずにいます。なぜハラルドは死ななければならなかったんだ？あんなに優しい心を持った人だったのに。俺がもっと早かったら。お前のせいじゃない。シャンクス。お前には果たすべき役割があると確信している。誰であれ、すべての命には意味がある。だから前に進み続けるんだ、シャンクス。国をあれほど愛した結果がこれなのか？こんなの間違ってる。ロキは目の前の光景を見て瞳が震えるほどの衝撃を受け、現実を全く受け入れられずにいます。この場面はロキの内面世界の崩壊を象徴し、後の彼の性格の変化への伏線となっています。マリージョアの巨の玉座へ場面転換。玉座に座っているイムは五老星と面会中。ムーは計り知れない力と死に縛られない肉体を与えた古代巨人族の一人に。彼は疑いようもなく真の忌むべき存在だった。そしてその存在が殺されただと？誰がそのような偉業を成し遂げたというのだ？エルバフで何が起きている？どうか我々に調査に行かせてください。ハラルドが城に残した深淵を利用できます。ならぬ。これ以上騎士を失うわけにはいかぬ。これらの契約が要求する悲痛な代償を知らぬのか、ムーに対してさえも？はあはあ。イムの重い息遣いは、ハラルドの死がイムに何らかの反動や負担を与えたことを裏付けています。ハラルドは異教徒に過ぎなかった。自らを貶めて人間の声に耳を傾け、諸外国との交流を求めた。他の種族とさえもな。しかし、その本質の定めにより、彼は戦士の民族として生まれ、最後の一滴まで戦いに捧げられた血筋だった。どのような手段であれ彼を政府に迎え入れることは、破滅を招くだけだっただろう。なんと好都合な、そのような男が存在したことがどれほど都合が良かったか。契約に縛られたエルバフの古代巨人の王、ハラルドは決してエルバフを統べる王になる運命ではなかったのだ。そしてこれがその結果だ。歴史は実に嘘をつかない。我々は相入れないのだ。決して忘れるな、エルバフは D だ。ハラルドの死後、舞い散る雪とともにエルバフの雰囲気はひときわ重苦しいものとなっています。ロキ、事態は醜いことになるぞ。ここエルバフではな、分かっているだろう。ロキは傷だらけで目に包帯を巻いていますが、その表情は決意に満ちています。生き残った兵士たちを集めて海へ出るつもりだ。だが、ハラルドが頼んだことはどうするつもりだ？お前にエルバフに伝えてほしい。この城で何が起きたのか、そのすべてを。
ページ下部は前景ショットで城の廃墟にいる人々を映し出しています。ロキは階段に座り、ヤルル、ギャバン、シャンクス、そして他の巨人戦士たちと向かい合っています。父の真実を公表するという意思に対し、ロキは熟慮の末、それに背くことを選びました。彼はきっぱりと真実の公表を拒否します。俺は何も言わない。いいか、全員よく聞け。今日ここで起きたことは誰にも話すな、誰にもだ。人々が誰を責めることになるか、十分承知の上なのだろうな。ああ、慣れてるさ。親父の理想を受け継ぐ王として俺が見えるか、じじい。今なら、親父からの頼みを一つだけ叶えることができる。親父と兵士たちのために正義をもたらすんだ、この力で。ヤルルは若く血気盛んなロキに対し、無謀な対抗を思いとどまらせようと厳しく警告しています。そんな考えは捨てろ、ロキ。世界政府は巨大だ。お前が思うほど簡単なことではないぞ。隣のコマでは、ギャバンとシャンクスがただ黙ってその様子を見ており、彼らの表情は深刻で、事の重大さを深く理解していることがうかがえます。続くコマでは、アウルスト城が混乱に陥る様子が描かれています。警報が鳴り響き、兵士たちが慌てふためいて国中に通報しています。総員注目。アウルスト城が攻撃を受けた。そして国中を震撼させる知らせが続きます。我らの王が、これによりロキの父殺しという汚名が決定的なものとなりました。回想終了。物語は現在に戻る。鎖につながれたロキがハイルディンに当時の状況を説明し始めます。それが俺が海に出た時だった。そしてお前たち全員が島に戻った時、ハイルディン、お前たちが聞いたのは俺が父殺しのロキだという話だけだっただろう。まあ、弁明もしなかったしな。俺の振る舞いも褒められたものじゃなかったが、だが、爆発力のある見開きの大駒。ロキが吹雪の中で天を仰ぎ咆哮します。実の親父を殺して喜ぶほど俺はイカれちゃいない。ただ物事がそんな風に終わってほしくなかっただけだ。親父がやったことすべてを無駄にしたくなかった。それでも、お前は本当に思うのか、俺が起きたことすべてを話すべきだったと？ロキの涙ながらの問いかけに、ハイルディンは衝撃で言葉を失います。傍らでギャバンがロキのために証言し、そのすべてが事実であることを認めます。すべて本当だ、ハイルディン。ルフィも傍らで静かに聞いています。最後に、ロキはうつむき、疲労と苦痛に満ちた声で、なぜ自分が不真面目に振る舞い過去を避けてきたのかを説明します。わかったか？だから俺はこれっぽっちも思い出したくなかったんだ。その記憶は彼にとってあまりにも辛いものだったからです。そうか、だからヤルル様がお前の処刑に反対したのか？今まで隠していたのも納得がいく。つまり親父は世界政府に支配されるよりも死を選んだということか。それ以来世界政府は我々の敵だったということか？一体どうやって親父にそんなことを？それにここに到着した騎士たちはハラルドの一件に関わっている者たちのようだ。聖地でハラルドに何があったのかはロキさえも知らない。詳細はまだ不明だが、もしお前たちが望むなら何が起きたか私が説明してもいいが。しかし下部中央と左側の一連のコマでハイルディンがギャバンの言葉を遮ります。必要ない、ヤーさん。理由などいらん。我々の国を守るのにな。画面はゾロ、サンジ、そして新巨兵海賊団の決意に満ちた表情を映し出します。真実が明らかになり、兄弟間のわだかまりがついに解けました。ハイルディンは長年鎖につながれていたロキを解放します。親父に対する思いは同じだ、ロキ。今まで誤解していてすまなかった。鎖が断ち切られる、あるいは解かれる音とともに、ハイルディンはロキに共闘を呼びかけます。共に戦おう。エルバフのために。遅れて届いた理解と信頼に対し、左上のロキは一時言葉を詰まらせ、その表情は深く心を動かされ、胸中が激しく揺れ動いている様子です。このすべての目撃者であるルフィは、嬉しさのあまり手足をばたつかせ、両手を広げて満面の笑みでロキに向かって叫びます。イエーイ！見たか、ロキ？すげえだろ？さあ、一緒に戦おうぜ。しかし、左側のコマがこの塚の間の温かい雰囲気を打ち砕きます。吹雪の中から突如として背筋も凍るような低いうなり声が聞こえてきます。ぐるるる、ハイルディンとロキは即座に警戒して振り向きます。彼らが話している最中、キリンガム星が具現化させた MMA の一つであるドラウグルが冥界へと落下してくる。
視界に飛び込んできたのは画面右上にある巨大な燃える骸骨の戦士で、巨大な斧を振り回し、耳をつんざくような方向を上げています。ぐわー、あいつが上で大混乱を引き起こしてたんだ。しかも大量にいたんだぞ。待て、あれはドラウグルか？どこから湧いて出た？あんなもの実在しないとずっと思っていたが、いい準備運動になりそうだ。お前らは先に行け。俺は飛べる。なんだありゃ？ハイルディンはリフトへ走りながら焦ってジョーの状況を尋ねます。上で何が起きてるんだ？ 9 号、ハイルディン。おい、ロキ。俺たちはお前がただの身の父親殺しのクソ野郎だと思ってたんだ。真実を知った新巨兵海賊団のメンバーたちは上昇する船に座り、一斉にロキに大声で謝罪します。悪かった。すまない。だがお前がやらかした他のことは忘れてねえからな、わかったか？うるせえ、とっとと行け。そんなの聞きたくもねえよ。束縛から解放されたロキは完全に本性を解放し、吹雪の中で思う存分体を伸ばし、久しぶりの自由を享受しながら叫びます。うひょ。これだこれ。やっと自由だ。傍らのルフィもその喜びに感染し、トレードマークの笑い声を上げます。し。二人は協力して大暴れする準備が整ったようです。遠くからの方向グアーが後方まで届き、チョッパーとギャバンが驚いています。続いて治療を受けている最中のギャバンが怪我を顧みず起き上がろうとします。彼はチョッパーに言います。おい戦意、手当てしてくれてありがてえが、俺は戻らなきゃならねえ。息子が心配なんだ。チョッパーは心配しつつもその不正愛に感動し、慌てて承諾します。あ、わかったよ。サンジがギャバンを抱えて月報を使い、サンジの頭上にいるチョッパーはギャバンの容体が悪化しないようできるだけ揺らさないようにとサンジに頼む。揺らさないようにしてくれよサンジ。わかってる。だがお前らは残ってた方が良かったんじゃねえか。ロキは自分にぴったりとついてくるルフィに気づき疑問を投げかけます。お前もか。ここで何してんだ。ルフィはトレードマークの笑い声を上げ、その顔は期待に満ち溢れています。し。お前が戦うとこ見たいんだ。即座にロキは巨大なハンマーを構えて高く飛び上がり、方向する亡霊怪物に向かって突進しながら雄たけびを上げます。よしなら、あいつにお前の力を見せてやれ。ラグニル、グルルル。迫力満点の見開き台語までロキの真の実力が描かれています。画面中央、ロキは巨大な武器を振りかぶり、巨大な骸骨怪物に正面から叩きつけます。この一撃は単なる物理攻撃だけでなく、極寒の属性を帯びており、画面全体が凍りつき砕け散るかのようです。巨大な擬音が上部を占めています。ロキはこの強力な一撃の名前を叫びます。ニブルヘイム。この一撃の威力にルフィは目を輝かせ、口を大きく開けて、このかっこよくて強力なシーンに完全に魅了され、簡単の声を上げます。うおー。編集コメント、凍てつく一撃。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。